こんにちは、タッカーです。今日はアルトラの3大モデル、どれを選べばいいのか迷ってる方へ送る頂上決戦スペシャルです。年齢を重ねると膝や股関節の痛み気になりますよね。だからといってとりあえずクッション性がいい靴を選べばいいと思っていませんか？実はそれ逆効果になる場合があるんです。今日は価格、重さ、厚さの徹底比較と整体師の視点で傷めない靴選びについて忖度なしでお話ししたいと思います。まずは基本データです。比較しやすいように情報をまとめました。一つ目がお値段です。一番お求めやすいのがローンピーク9プラス22,000円です。次がティンプ25,850円です。一番高価なのがオリンパス26,950円です。二つ目がスタックハイト。ローンピークが 25mm で地面を感じる薄さになっています。その次がティンプ 30mm です。ちょうど中間ぐらいの厚さになります。そして一番厚みがあるのがオリンパス 33mm です。さあ3つ目、重量です。これ結構大事なポイントだと思います。これは意外かもしれないんですけれども、実は一番軽いのがティンプなんですね。324g です。オリンパスは見た目通り一番重たくて 345g です。ローンピークはソールが一番薄いんですけれども、ティンプよりも少し重たい 327g です。ティンプはこんだけね厚みがあってしっかりしたクッション性があるのに一番軽いというね驚きの結果になりました。クッション性は欲しいけど軽い靴がいいという方にはティンプが一番おすすめになります。続いては個人的見た目ランキングです。もう完全に私の個人的なランキングです。皆さんに当てはまるかわかんないですけれども、見た目ランキングっていうのを作ってみました。シューズもファッションの一部ですんでね、見た目でテンションが上がるっていうのも大事だと思います。それでは第1位、ダラララじゃん、オリンパスです。このごっつさと機能美ですね。かといってアウトドアゴリゴリだよっていう感じでもなくて、私の好みのシューズで結構プライベートで街でもねずっと履いてます。文句なしにかっこいいと思います。そして第2位がローンピーク。アルトラらしい顔つきのシューズでちょっとスポーティーさもありつつ軽快な印象で、これも気に入って履いてます。そして第3位がティンプです。あくまでも個人的感想ですが、私の中では3位です。少しこのアッパーの部分ですね、光沢があるんですよ。ちょっとテカッとする感じが私は苦手かなということで第3位にしました。ただ見た目の順位を覆すほどの性能がティンプにはあるんです。ここからが本題です。フィット感と構造の徹底比較。足を入れた時のフィット感で点数をつけるとこうなります。ティンプが10点、ローンピークが8点、オリンパスが5点。それではまず1位のティンプから。見た目は3位と言いましたが、履き心地はダントツの1位です。靴と足が一体化して全くずれない。北アルプスのような長距離を歩きつつ岩場の多いルートではこのフィット感と軽さが最強の武器になります。続いて2位のローンピークです。これは素足感覚。フィット感はあるんですけれども完全にずれないっていうほどではないんですね。それはなんでかっていうと、この足の前の部分ですね、ここ結構広めにできています。足の指が動けるほどのスペースがあるっていうのが魅力のシューズなんですね。靴の中でも足がギュッと締められることなく自由に動けて、岩を掴んだりとか足裏の感覚をしっかり活かしながら歩いていくシューズなので、その足先の広さの分だけ固定力が少し甘くなります。ただ緩いかっていうとそんなことはないです。しっかりフィット感はあるんですけれども、ティンプの方ががっちりしっかりフィット感があって足が全然動かなくなるっていうね、足と本当一体化するっていう感じでした。そして3位がオリンパスです。点数が低いのはフィット感だけで見た時の話です。オリンパスの良さは別にあって優しさなんです。すごい長距離を歩くのに向いてる靴なんですけれども、すごく歩くっていうことは歩いてるうちに足がむくんできたりとか足のサイズ感もその時その時で変わってきたりします。そんな時でも対応できるように作られているのがオリンパスなんですね。シューズの端の部分を比較してもらうといいんですけれども、ローンピークとティンプはしっかりクッション性のある端になってるんですけれども、オリンパスはクッショ
ョン性が少ない、結構薄めのタイプのタンになってます。なので上からグッと押さえつけて走ったりする時に絶対ずれないよっていう作りじゃないんですね。足を無駄に圧迫して血流悪くさせたりしないっていう作りになっているのがオリンパスです。続いて4つ目、整体師の警告。膝股関節痛と靴選び。ここが一番お伝えしたいことです。膝や股関節が痛い方、あるいは捻挫癖があるような方、厚底で柔らかいクッションは衝撃を吸収する反面、着地でぐらつくねじれのリスクがあります。足首がねじれればもちろん捻挫する可能性も高くなるし、そのねじれを吸収するために膝や股関節にも負担がかかって痛みの原因になることがあるんです。痛みを抱える方へ一番おすすめなモデルがどれかっていうとオリンパスです。厚底ってねじれて良くないんじゃないの？そうなんです。ですが、これね、しっかり厚底で衝撃を吸収することももちろん大事なんです。下りとかでドンドンドンっていう衝撃があったら、膝とか股関節にちょっとずつダメージが蓄積して痛くなっていくんです。ただ柔らかすぎると逆にねじれて、それも痛める原因になりますよということだったんですけれども、一番分厚いクッション性のあるオリンパスですが、しっかり工夫されてるんですね。まずソールの部分なんですけれども、真ん中より外側のが少しね、硬めになっていることで、ぐらつきにくいようになってます。それだけじゃなくてね、ソールの形が台形型になってるんですね。普通の靴ってまっすぐだと思うんですけれども、台形型に広がってることによって、多少ぐらついても内側外側に倒れ込まない構造になってるんですね。クッション性もいいし、ぐらつかないということで、膝、股関節にとっても優しい作りになっています。そして次がローンピークですね。これソール薄いんです。薄いので吸収性は良くないんですけれども、薄いのでぐらつきは少なくなります。で、もう一つ大事な視点で言うと、このスタックハイトですね。ソールに厚みがあればあるほど不安定になるんですね。このように高くなればなるほど倒れやすいグラスになりますよね。でもこういう低いグラス、高さが低ければ低いほど倒れにくくなるんです。万が一足をぐねった時にも違います。こんだけ高さがあるとグッといっちゃいますよね。ぐにゃっと大きくいっちゃうんですけれども、高さが低いとぐにゃっといってもね、すぐ帰ってこれる。そんなに深く大きなダメージにならないんです。じゃあさっきのオリンパスどうなんだいっていうことなんですけれども、これが普通の厚底のシューズだとしたら、アルトラはこういう状態です。このコップ分かりますか？口がこう広がってますよね。なので、こういうコップの形だと倒れにくいですよね。これがオリンパスだと思っていただいていいです。普通の厚底だとビールジョッキみたいな形なので、ぐらぐら不安定になりやすいですよっていうことなんです。じゃあ、ティンプはどうなんだいっていう話になりますよね。軽くてフィット感抜群なんですけれども、台形型のソールになっていたりとか、サポートする機構はありません。ですので、ある程度足腰に自信がある方、北アルプスを軽快に歩きたい方におすすめのシューズになります。かといって、ティンプがね、もう必ずグラグラしてすごい不安定なシューズかっていうと、そういうわけではないですよ。この3つで比べた場合に、どれが膝、股関節痛、そして捻挫の恐れがある人におすすめかっていうランキングになります。さあ、ということで結論に参りましょう。コストと安定性重視ならローンピークです。圧倒的な保護力と優しさならオリンパス。軽さとフィット感。岩場での機動力ならティンプ。皆さんはどのモデルが気になりましたか？私はこのモデルが好きっていう意見、ぜひコメント欄で教えてください。この動画が皆様の健康的な登山ライフの役に立てば幸いです。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、じゃあね、バイバイと言いたいとこなんですけれども、もっともっとすごい機能とか細かい部分がありますので、もうちょっと詳しく知りたいよっていう方向けに延長戦していきたいと思います。じゃあまずね、大きな違いの部分ですね。このアッパーの生地です。これ全然違います、それぞれ。アッパーの生地がね、一番強くて耐久性がありそうなものっていうのがティンプになります。ここの厚み、硬さが一番強いです。この厚さのおかげでフィット感があるっていうことにもつながりますね。
シューズのソールがね、ダメになるまで履いてっていう方もいると思うんですけれど、上を吸っちゃってアッパー破けたりとか、やぶこぎすごいするんだっていう方には、このティンプが一番安心なんじゃないかなと思います。そしてその次が、ロンピークです。ロンピークはリップストップの生地になっていて、引っ掛けてもすぐ破れそうな感じでもないです。しっかり厚みもある程度あって、タフそうな感じはします。引っかかりもないのでね、何か枝とかになってもつるんといきそうな感じになっているので、これもそんなにね、アッパーがビリビリ破ける心配はないでしょう。続いてオリンパスです。こちらはメッシュのような生地になっているので一番薄いです。ただ一番薄くて通気性がいいんですね。長い距離歩いてると夏場なんかやっぱ蒸れたりしますよね。蒸れると足がふやけて皮がめくれたりして歩けなくなったりとかいう原因になるんですけれども、本当に長距離歩くことに特化しているので、上もメッシュ、そして柔らかいふにゃふにゃっとしてくれるおかげで、どんな足の状況でも締め付けることなく優しいっていうのがオリンパスです。アッパーの生地ですね、それぞれ違いがあって通気性の良さなど違いましたけれども、アッパーの役割としては靴の合成って言ったらいいんかな、土台じゃなくて上側の合成が一番高いのがティンプです。しっかりしてます。ここもぐにゃぐにゃしないですね。安定感はある。ただガッチガチではないですけれども、この3つの中では一番安定感がある。でその次がローンピークですね。ローンピークは安定感があるっていうほどではないかな。比較的柔らかめになります。そしてオリンパスですね。こっちはもうぐにゃぐにゃっていう感じですね。だから上で紐でもちろん締め付けることはできるけど、アッパー自体が結構ぐにゃぐにゃ動くので、そういう意味では足の自由度が高くもあるし、フィット感が少ないっていう風になります。それぞれ靴の設計理念が違うっていうのがね、よくわかりますね。そしてもう一つ気になる部分、靴としての性能ですね。ソールの部分です。全部ビブラムメガグリップソールになってるんで、まず安心です。ですが、それぞれソール違うんですね。で、このティンプ一番新しいものになるんですけれども、きっちりしっかり比較したわけではないですけれども、一番グリップがいいと思います。このデコボコのも丸い形とか四角い形じゃなくて多角形になっているので角がいっぱいあるんですよ。角がある方がもちろん引っかかりいいですよね。それだけじゃなくて段々畑構造になっているので 3D 的に引っかかるようになってるんです。これかなり考えられたソールだと思います。ずるっと滑りがちだよとか滑るのが絶対嫌だよっていう方はもうティンプ間違いなくおすすめです。そして次がローンピークですね。こちらも角が多い作りにはなっているんですけれども 3D 的に引っかかるようにはなってないです。そして次がオリンパスですね。こちらもね 3D に引っかかる構造にはなっていないし、それだけじゃなくて全面ビブラムメガグリップではないんですね。この前の部分と側面かかとはなってるんですけど、真ん中がねビブラムメガグリップソール貼ってない部分があるんですよ。その部分が耐久性もなくて削れやすい感じになっていて、グリップ力もあまりないです。足の真ん中部分がちょっと弱いかなという感じになってます。その分クッション性が良くてとかね、そういう働きにはなってるんですけれども、それぞれの特徴を生かすようなソールの作りになってます。まあこのティンプは本当ね今回一番後出しで出てきたので、もう最高にいいモデルと言っていいんじゃないでしょうか。アッパーもしっかり強い素材だけれども硬くてゴワゴワして歩きにくいとかでもないし、フィット感も高いしグリップ力もすごく良くなってます。で、ティンプ6はね、前回の5の時に小指が当たって履けないなっていう方も履けるようになってるみたいです。私はティンプ5を持ってないのでわかんないんですけれども、口コミとかショップ店員さんの情報など見ていると、小指の部分が少し広くなって当たり柔らかくなったみたいなので、ティンプ5ダメだったよっていう方も一回試着してみてください。かなり改善されているようです。言い忘れてましたので追加の情報です。アルトラでね、このかかとの部分、ここソールがちょっと飛び出してて、下りの時なんかで引っかかってしまって危ない思いしたっていう方多いと思うんですね。ここがあるおかげで、グッと設置した時にしっかりクッション性があって安定した設置ができるっていうメリットもあるんですけれども、引っかかるっていうデメリットもありました。で、ローンピーク、オリンパスともにかかとに出っ張りあるんですけれども、今回ですね、ティンプないです。ここすっきりしてますので、かかとがあるから嫌やったんやなっていう方に朗報じゃないでしょうか。
アルトラのシューズはいいんだけれども、クッション性がありすぎて足裏感覚もっと欲しいんだよなっていう方も一定数いると思います。私ももうちょっと足裏感覚欲しいなっていうタイプなので、これね、公式的にはいいのかちょっと私わかんないですけれども、私はどうやってるかっていうと、インソールをもう抜いて履いてます。インソールあるだけで結構ふわふわするんですよ。これほんと抜くだけでかなり足裏感覚わかるようになるし、このふわふわねじれる感覚もなくなります。少しこのふわふわした感覚減らしたいなっていう方はね、このインソール抜いて履いてみるっていうのを一度試してみてください。めちゃくちゃシューズの感触変わりますよ。別物だなっていうぐらいに変わるので、一度試してみてください。ということで今回はアルトラの3大モデルですね。ローンピーク、ティンプ、オリンパス。ということで3つ比較していきました。それぞれどれがいいとか悪いとかじゃなかったですね。それぞれの目的ですね、設計思想が違いましたね。どの靴が自分に合うかっていうのをこれで見極められると思います。いろんなシューズがあると靴選び迷ってしまいますけれども、今回の動画が参考になれば幸いです。この動画が良かったよっていう方はね、グッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。じゃあね、バイバイ。And I said, ooh, what would you